さて、こちらがソニーの α7M4 です。スペックなどはすでに発表されているのでご存知の方も多いと思いますが、今日は改めてこの α7M4 の特徴と僕が約1ヶ月ほど使用してみて感じたことを皆さんにお伝えできればなと思います。はい、というわけで、ついに出ました。この α7M3 の後継機となる α7M4。僕はこの α7M3 にはかなり思い入れがあって、α7M3 との出会いが、写真や動画といった、僕の人生において全くの新しいことを学ぶ機会を与えてくれて、でそしてそれが僕のね、このクリエイターとしての人生を大きく変えたのは間違いなくてですね、この α7M3 がなければ、今僕はここでこうしていませんし、皆さんにね、こうして動画を見ていただけるっていうこともね、なかったんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあそしたら早速この α7M4 の、スペックだったりですね、この α7M3 から進化したポイントっていうのをね、いろいろ見ていきたいなというふうに思います。まずはやっぱり何といっても、もう新開発のセンサーに関して言うとですね、約3300万画素と α7M3 からだいたい1000万画素近くね、大幅に向上してます。でね、このクラスのフルサイズミラーレスで、3300万画素あるっていうのはかなりインパクトがあると思います。静止画の撮影時にはより高い解像感を得られますし、クロップしてね、構図の微調整をしたいななんていう時にもですね、画質を損ないにくくなりました。これはフォトグラファーにとってはかなりやっぱりね、この3300万画素っていうのは魅力的だなというふうに思います。で、画素数の向上っていうのは、動画にも恩恵があって、7K からのオーバーサンプリングをした 4K42210 ビットの動画を最大 30fps で記録することが可能になってます。7K からの動画をギューッと縮めて 4K にするので、動画においては通常のこの全画素読み出しの4K と比べても解像感が増すのと、あとはね、暗部のノイズそのものがギュッと圧縮されることによってちっちゃくなるので、それでより高画質な動画になります。僕は普段 α7S3 を使用してるんですけれども、個人的な感想としては、正直日中の明るい環境での撮影においては、この α7M4 は α7S3 に画質面においては、勝るとも劣らないレベルだと思います。ただ α7S3 や α1 にあるような 4K120fps での撮影には対応していないんですけれども、4K60fps での撮影は可能で、最大 2.5 倍のスローモーションの撮影をすることができます。ただし 4K60fps での撮影は、スーパー 35mm での撮影となるため約 1.5 倍のクロップが入ります。また 7K からのオーバーサンプリングではないんですけれども、 4K60fps の撮影でも 4.6K からのオーバーサンプリングで記録することとなるので、画質も非常に綺麗です。ハイフレームレートで言えばやっぱりね、動画に特化した α7S3 にはかなわないかなっていう部分はあると思うんですけれども、それでも α7M3 が最大 4K の4208ビット 30fps までとなっていたっていうのを考えると、動画精度においても順当に進化していると言えると思います。動画静止画においても約15ストップの幅広いダイナミックレンジとなっているので、コントラストが高くなりがちな日中の撮影でも質感やディティールっていうのを保ったまましっかりと記録することができます。で、同じ α シリーズのカメラであっても、センサーごとにね、色味っていうのは結構違ってくるもんなんですけれども、α7M4 の新しいセンサーはというと、どちらかというとで α7S3 に近いんじゃないかなっていうふうには個人的には感じました。スキントーンが非常に綺麗に出て、僕は個人的には M3 よりも M4 の色味の方が圧倒的に好きですね。また42210ビットにも対応したことによって、バンディングなども出にくくなり、躊躇なく S-Log3 での撮影が可能になったので、より幅広いダイナミックレンジで撮影ができて、かつグレーディング耐性も高まったということで、よりシネマティックな表現が可能になったんじゃないかなっていうふうに思います。なので僕は α7M3 では HLG のピクチャープロファイルを使用していたんですけれども、この α7M4 からは α7S3 と同様に、S-Log3 で全て撮影するようになりました。ログ撮影とかカラーグレーディングが難しいなと感じたり、編集時間がちょっとあまり取れないなという状況でもですね、今回 S シネトーンにこの、α7M4 も対応したので、取って出しでも非常にナチュラルな色味の映像をすぐに使うことができます。
で、静止画においてもクリエイティブルックに対応したので、ロー編集がちょっと面倒だなという方はですね、そのカメラ内で色味を作って、で、JPEG でスマホに転送してそのまま気軽にSNS に共有するといった使い方もできるようになりました。α7M4 はオートフォーカスの性能も、α7M3 と比べて大幅な進化をしていて、なんとフラグシップ機の α1 と同等の性能を持ってます。で、これは画像処理エンジンが α7S3 や α1 と同じBeyond XR になって大幅に性能が向上したから、その恩恵だと思います。フォーカスポイントは759点とよりね増えて、でなおかつリアルタイム瞳 AF も α7-3 では、静止画のみだったんですけれども、この α7M4 ではですね、動画にも対応しました。これで F 値が低くてピント面が薄いレンズで撮影していて、鼻先にねピントが合っちゃって目の方がボケちゃってるなんていうねことも減るんじゃないかななんていうふうに思います。で今回僕はちょっと試せてはいないんですけれども、瞳 AF の対象はこれまでね人間と動物だったんですけれども、今回新たに鳥にも対応しています。その他ですね、リアルタイムトラッキングだったり、タッチトラッキングといった機能にもちゃんと対応していますし、さらに α7M4 のオートフォーカス周りの補助機能にもですね、目新しいものがいくつかあるので、ちょっとね、紹介していきたいなというふうに思います。まず一つ目は、オートフォーカスアシストという機能で、手前にオートフォーカスでピントが合っている状態から、フォーカスリングを回して奥にピントを送ると、奥の被写体で継続してオートフォーカスが動作するといった機能になります。マニュアルフォーカスで同じことをやろうとすると、一発でぴったりと手前の被写体から、奥の被写体にピントを合わせなければいけなかったんですけれども、オートフォーカスアシストはざっくり手前から奥にねピントを送るだけで引き続き奥側でオートフォーカスが機能してくれるので、ラックフォーカスがタッチ操作以外でもできるようになったっていうことになります。で、2つ目はフォーカスマップという機能で、画面上でフォーカスが合っている範囲をマッピングしてくれる機能です。フォーカスピーキングっていう機能がこれまでもあったんですけれども、あれはですね、ピントが合っているエッジを強調していたのに対して、フォーカスマップは面でピントが合っている範囲が分かるようになったので、フォーカスピーキングでこのピントが合っている範囲がちょっと分かりづらいなっていう時は、このフォーカスマップの方に切り替えて使ってみたら、僕は意外と使えました。ただ、画面内に何が映っているのかは、ご覧の通りかなり把握しづらくなるので、常にオンにしとくといった使い方ではなくてですね、その状況に合わせてピントを合わせたいところをしっかりと把握した上で、このフォーカスマップをオンにして使う必要が出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。また α7M4 と一部の純正レンズを組み合わせることによってフォーカスブリージングを軽減するといった機能がついてます。でこれ僕 YouTube 撮っててすごい便利だなと思って、やっぱりちょっと前後するとどうしてもねフォーカスブリージングが発生してしまうレンズもあったんですけれども、この機能を使用することによって軽減できるので、これはすごい便利だなと思いました。でボディに関して言うとサイズ感はですね、α7R4 や α7S3 とほぼほぼ変わらない大きさとなって、一回り大きくなったんですが、それによってねこのグリップ感っていうのが向上したと思います。 EVF は α7M3 の236万画素から368万画素に上がっているので、ファインダーを除いた時にもピントの調整などはねよりしやすくなったんじゃないかなというふうに思います。でこの背面の液晶はバリアングル液晶となったので、動画撮影時においては、Vlog だったり、あとはねジンバルと組み合わせて撮影するっていうのが、非常にやりやすくなったんじゃないかなというふうに思います。写真がメインの人にとってはこのバリアングル液晶っていうのは、ちょっと軸が変わってしまうので、チルト式の方がいいよという方もいてね、それはすごく僕もよくわかるんですけれども、ただ僕は結構縦構図で写真をハイアングルだったりローアングルで撮ることも多いので、それを考えると今ではねもう結構慣れてきちゃって非常に便利に使えてます。で本体上部のこのねモード切り替えダイヤルが今回から2層構造になって、これはねめちゃくちゃ便利だなという風に使ってて思いました。でね個人的にこれの最大のメリットはそのメモリー機能が、動画写真 S&Q に、各3つずつ、計9個に増えたっていうことかなと思います。
例えば動画ならフレームレートごとに設定を記憶させておいたり、写真ではローと、お気に入りのクリエイティブルック、S&Q ではタイムラプスの、撮影間隔を切り替えたりと、一発でね、読み出せるようになったので、撮影時に瞬時に切り替えることができて、本当非常に便利だなと、使っててこれは思いました。で、メモリーカードのスロットはですね、2つあるうちの、1つのみがデュアルベイの CF エクスプレスタイプ A に対応していて、で、もう片方は SD カードのみの対応となっていますけれども、両方とも UHS-2 には対応しています。またね、電源オフ時にメカシャッターを閉じることができるようになっているので、レンズを交換するときにセンサーにゴミとかホコリが入り込んでしまうっていうリスクを軽減することができます。これね、めちゃくちゃ便利なので、ぜひね、α7S3 にもこの機能を実装してほしいです。ファームウェアアップグレードでできるのかな、これ。で、最近ね、こういった高機能のカメラではオーバーヒートっていうのが結構つきまとってくるんですけれども、僕が何度か外で使用していた限りでは、バリアングル液晶をこうやってね、開いて自動電源オフ温度っていうのを高いに設定して、普通の使い方でね、撮影をしていれば、僕 4K60fps でずっと撮ってても、オーバーヒートはね、一度もしなかったです。真夏の40度とかを超えるようなね、炎天下では正直ちょっとまだわかんないんですけれども、ただ基本的にはですね、オーバーヒートをすることはそうそうないんじゃないかなというふうに思います。で、この、ホットシューの部分は、デジタルオーディオインターフェースに対応しているので、ECM-B1M といったソニーの純正マイクを使用すればですね、ケーブルをマイクインプットにつなぐことなくクリアな音声を録音できるので、撮影スタイルに応じてね、マイクをこうつけたり外したりする人にとっては、これもやっぱりね、便利なんじゃないかなというふうに思います。その他 α7M3 から変わってるとこで言うと、このね、HDMI のポートはタイプ A の最も標準的なものになったので、これは僕にとってはね、すごくありがたいです。あとはUSB のタイプ C が備わったかなっていうところぐらいですかね。で、PC とか一部のスマートフォンと接続すると、ウェブカメラとしてライブ配信なんかでも使用することができます。その際にはですね、このクリエイティブルックを使用することができるんですけれども、残念ながらピクチャープロファイルは選択できないので、S シネトーンなどを使うことはできません。ただ、クリエイティブルックを使えばかなりね、雰囲気のある配信ができるんじゃないかな、なんていうふうには思います。このメニューシステムも α7S3 や α1 と同じような UI に変更となりました。個人的にはですね、こっちの方が圧倒的に以前のものと比べると使いやすいので、いいかなというふうに思います。で、バッテリーはα7M3 と同じようなFZ100 を使用しています。4K の 24fps での動画記録とかなら、2時間以上の撮影が多分可能だろうというふうに思います。さて、大体この動画で紹介しきれるところは、ざっと紹介してきたかなというふうに思うんですけれども、最後に、今回僕はこの α7M4 買うのか買わないのかで言うと、ドラムロールを入れてください、編集中に。はい、もちろん買います。僕は動画と写真両方ともやるハイブリッドシューターとはいえ、どちらかというと動画寄りの人間ではあるので、やっぱり動画のメインとしては今後もですね α7S3 を使っていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ただまさにね、こういった動画みたいにそのハイフレームレートをね必要としない撮影もありますし、あとはですね、写真性能っていうと α7S3 の1000万画素はね、ちょっとやっぱどうしても厳しかったんですよ。そこで言うと α7R4 ほどではないにしろ、3300万画素っていうのは僕にとって写真作品を撮る上では十分すぎますし、やっぱね、今後はもっともっと写真作品に力をも入れていきたいなというふうに思っているので、この α7M4 を α7S3 とこう組み合わせて使うことでより効率的に作業ができるんじゃないかなというふうに思って、今回はこちらの方をね購入しようと思ってます。はい、というわけで今回の α7M4 のレビュー動画は以上となります。もしね、今回の動画が参考になったという方は、高評価とチャンネル登録の方をしていただけたら、嬉しいでございます。嬉しいでございますってなんで。はい。じゃあそれではね、次の動画でまたお会いしましょう。ピース。